私の場合は巻いて倒しちゃうっていう。ジョン・ブルーミン先生の割と年取ってからの映像が日本に来た時の映像があるんですけど、私はもうこれだけだっていうのが大体基本的にはね、これ避けて、これはもう中村忠もそうですし、大山茂さんもこういう形だったんです。で、五汁の中もこれが近い。そうだね、最初五汁だったからね、大山先生。だから僕の場合は、要するに、これを避けただけではね、体力的に生徒を教えるの大変だと思うから、まあ、これで料理しちゃおうっていう、そういう発想からなったのと、で、巷で喧嘩やるときに、こう構えて、これでやるよりも、こう構えて、このまま入った方が早い。実際にやって、こう構えて、こう打つのが遅い。あとお聞きしたいんですけども、先生がいなくなったからとか、茂師範がニューヨークにいたの、いる時ですか？先生がいなくなって、茂師範が先生の代わりの仕事をやるようになったんですね、そう。だからじゃあ先生がいなくなったからニューヨーク行っただろうと思うんだからいろいろ雑誌ではニューヨークへ行く前にその本部で100人組手を完成したっていう話なんですよ。大山茂君が、してないでその時のあれではこう前手で避けた後に小手でパーンってやってすぐやって相手を倒してすぐに終わったんです。それは普段組手やってる時にそういうスタイルでやってたけど、100人組手は彼やってない。大山茂先生はこれやったの？それもうなんかこれが得意だったね。ただ同僚生に怪我させないようにっていうそういう感覚があったよね。大山茂さんの時代に100人組手やった時、前手で受けてそのまま小手を伸ばせば相手が面白い当たったから100人すぐ終わったって書いてある。いやいや、彼はやってないよ。だから僕自身もね、100人組手をやることでやったけど、10人が10人とも大怪我するんでいや、大山先生がダメだって言われた。医者代が大変だから、容赦ないからね、勝たなきゃならないからね。だって黒崎先輩が腹切れって言ってるんだから負けられないじゃん。ただ先ほどの話ですけど、大山茂さんはこの巻いてでこういうのを一応使った。怪我させないように顎をこただそれで先生がやってるように前剣で相手を倒すことができたんですか？大山茂君できない。必ずこっち。これです。前剣で倒せる技は私しかいなかった。大体これで倒す、前剣で倒すっていうのはその空手の技に対してもう性格上ね、前剣で倒すってことはなかったんだよ。前剣は避けるっていうことがそれは先生が自分で考えられたんですけど、安田先生がやってたらそういうことないですか？安田先輩がね、安田先輩は左右両方使ってたからな。意識的には多分今言った安田先輩が回り込みながらってやってくるのはあった。そう入ってくるのはあった。それは。だから宮本先生はどうですか？宮本先生はどうですか？宮本先生はよくこう構えたところで先生の鼻かしがパーンってやったんですか？宮本先輩はね、こう食うんじゃなくてね、こう食うんだよ、横。合流だから。振り打ちのような感じ。こうじゃなくてね、この箱を狙ってそれに蹴りも合わせて連続してくるというような。だから僕は源先輩に最初に痛めつけられて2、3回伸ばされた記憶があるな。何も避け方は分かんない。たださっきの大山茂さんの話じゃないですけど、先生に近いようなやり方はやってる方は大山茂さんぐらい。この前手を使ったっていうのは。いや、大山茂君がこう開いてやってるのは僕知ってる。他にそういうことやってらっしゃるいないな。前手をうまく使って。もう前手はもう握るもんだっていうふうに思ってたから、開いてやるのはね、私自身は危険だなっていうふうに思ってた。
つけ見たりなんかしてあとはですか、相手の顔を叩くからね。それから、指が目に入るっていうそういう感覚があったから僕は必ず相手はね握ってたこんななってかっこつけてかっこつけてっていうよりこうやるとね私自身は相手がもし開いてたら指を折っちゃうっていうそういう感覚で組手やってたからだから茂君とは組手何回かやったことあるけど茂君も私とやる時は手開かなかったからだって握ってる手をさぶったたいてさこれ痛めて使い物にならないようにするっていうそういう稽古もやってた茂先生はこういう巻いて茂藤平はね私のスタイルと同じある程度こう握ってて飛び込みはね最初は割と今でかくやってるんですよある程度覚えてきたらねでかくやらない小さく突きとその体重が乗る体重が瞬間的に乗るようにできるようにさせようっていう指導をしてた体重が乗るのと乗らないんじゃ全然違うからね聞き方がこれだけで叩くのとスッとこう体重をポッとたとえ10センチでもスッと入りながらダンと叩くのじゃ威力が違うだからいずれ私もちょっと組手を